おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は子羊のすね肉を使ってプロバンス風煮込みを紹介します。オリーブ、レモンコンフィ、トマトなどを使って夏らしく仕上げていますので、最後まで楽しみに見ていてください。この動画の中ですね肉ですけども、骨付きと骨なしの状態で火を入れてどのように変わるかも一緒に紹介したいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。こちらは今回使う子羊のすね肉になります。今回この部位は後ろ足の方になります。前足の方だともう少し短くて筋肉が少ないです。あとデゾッセしているものと骨付きのままのものです。それでは一緒に煮込んでいく時に入れる野菜を用意していきます。今回はセベットを使っています。このセベットの代わりにエシャロット、玉ねぎ、あとフヌユなんかを入れても美味しいと思います。まず根っこの部分と上の緑の部分を切り分けていきます。この緑の部分ですけども、また他の料理に使いますので置いておきます。非常にネギみたいな感じで美味しいですね。よく洗って乾いている薄皮を取ったら半分もしくは4分の1にカットしていきます。大きさによって半分もしくは丸もしくは4分の1、もっと大きかったら8カットでも構いません。続いてニンニクも切っていきます。エプルシェして芽を取ったものを半分に切って、その半分をまた半分もしくは3カットにして手回ししていきます。それでは仕上げに使うシトロンコンフィ、レモンのコンフィを切っていきます。自分で漬けたものでもいいですし、市販のものでも構いません。今回使っているシトロンコンフィはモロッコに住んでいる知人にいただいたものを使っています。このように中身も一緒に種だけを取り除いてコンカッセにしていきます。結構塩味がきついので煮込んでいる最中、塩をあまり足さないように気をつけてください。このような感じにざっくりとコンカッセにしています。こちらも仕上げに使うシブレットを切っていきます。朝付きです。半分に切って切りやすい長さに切り揃えて、よく切れる包丁を使って切っていきます。この時包丁前後に動かしながらシブレットの繊維を潰さないように切っていきます。それでは温めたココット鍋にオリーブオイルをひいてすね肉の方をコロレしていきたいと思います。もちろん汗染めしています。ちょっと汗染めする動画忘れましたけども、いつも通り塩、胡椒をまんべんなく全体にまぶしてコロレしていきます。今回骨付きと骨なしを同時に火を入れていきます。このようになるべく肉の下に油がいくようにしながら全面きれいにコロレしていきます。この色をつけるという動作ですけども、うまみ、シュックルをキャラメリゼさせることによってよりうまみが濃くなるということになります。ですのでできる限り全面きっちりとコロレしてより美味しいうまみを引き出してください。この時の火加減ですけども、中火より少し弱いめの方がいいと思います。もちろんガスコンロや、火口によってだいぶ変わると思いますけども、結果的にあまり焦げないような状態、きれいに色がつく状態の温度を保ちながら全面きっちりとこのように色をつけていきます。ここできっちり色がついたところでニンニクを入れて火を入れていきます。よく混ぜてから蓋をしてニンニクに火を入れます。野菜、ニンニクを加えた後はよく混ぜて油となじませてから蓋をして火を入れていきます。これで 2,3 分経ちました。蓋を開けて中にある蒸気は鍋に戻してよく混ぜます。この時ですけども、ニンニクなどの水分が上に上がって蓋につきますので、その都度蓋の内側についた水滴はココット鍋に戻してください。ここで先ほどのセベットを入れて、あと今回はエルブ・ド・プロバンスを入れます。ここでよく混ぜて、あと蓋をしてまた火を入れていきます。このココットで火を入れる間ですけども、肉を一旦引き上げてない分、野菜にも火を入れている間、ココットの中にある肉にも火が入ります。
この時やりにくかったら肉を一旦引き出して野菜だけ火を入れても構いませんけども、一緒に火を入れることによってトータルの煮込みの時間が短縮できます。蓋をしてから7分経ったので一旦開けます。この時内側についている水分は鍋に戻します。火加減はずっと中火を保ったまま火を入れています。ここで白ワインを入れます。今回はシャルドネの酸味のあるものを使っています。もちろんアルコールを入れたらきっちりとアルコール分を飛ばします。フランベという作業です。ここですけども、いつも言ってますけども、アルコールに火をつける必要はありません。火をつけてしまうと中のものが焼けて焦げた味が入ってしまいますので、火をつけずにきっちりとアルコール分を飛ばします。ここにコンカッセトマト、コンカッセにして火を入れたものを足します。これですけども他に動画がありますので、そちらを参考にしてもらったらいいと思います。生のトマトを入れるよりも味が濃縮していて水っぽくなりにくいです。あとここに、重ダニオを少しだけ足します。また重ダニオの取り方も動画がありますので、そちらを参考にしてください。重ダニオがなければフォンドボラー油でも構いません。茶色いだし汁を入れます。一旦入れたら沸かしてよく混ぜて、また蓋をしてゆっくりとブレゼしていきます。この時沸くまでは強火、沸いたら火を弱めて未ジョテという状態でブレゼしていきます。今回間省いてますけども45分ぐらい経ちました。その間に 2,3 回開けては混ぜたりしています。蓋を開けた時は毎回内側についている水分は鍋に戻して、その都度よく混ぜてブレゼしていきます。火が入ったかどうかは金串で刺してスーッと入ってスーッと抜ければ構いません。今回まだあと少し火が入りきっていないので、ここで種抜きの黒オリーブを入れて一緒に仕上げていきます。今回種抜きの黒オリーブですけども、種ありでも緑でも構いません。最後一緒に10分ほど煮込んでいきます。この最後一緒に煮込むことによってオリーブの香りが肉にも移って美味しく仕上がります。10分経ちました。最後ここで仕上げにレモンのコンフィを入れてよく混ぜて、今回のスリダニオアラプロバンサルの完成になります。黒オリーブもですけども、あまり煮込み時間が長すぎるとオリーブの味が抜けきってしまってオリーブ自体に味がなくなります。ですのでやはり食べた時にオリーブ感があるように10分ぐらいしか煮込んでいません。このレモンのコンフィもですけども、煮込みすぎてしまうと風味が飛んでしまいます。ですので最後余熱でゆっくり温めながら全体に混ぜるだけでちょうどいいと思います。最後味見をして温かいお皿に盛り付けていきたいと思います。それでは盛り付けていきます。こちらが骨付きのもの、こちらがデゾーセした状態のものです。このような感じにですね、骨付きと骨なし、これだけ肉の縮みが変わってきます。やはり骨付きの方が肉の縮みが少ないですね。で、骨がないと肉を支えている部分がないので筋肉が縮んでしまいます。この縮んでしまっているということはですね、普通より硬くなってます。もちろん今回煮込みなので、どちらもフォンダに仕上がっています。柔らかく仕上がっていますけども、やはり煮込みといえども骨付きのまま火を入れた方が縮みが少ないですし、骨からも旨味が出てより美味しく仕上がると思います。あとこれは好みにもよると思いますけども、骨付きのまま火を入れて盛り付けするときに骨から外して盛り付けても構わないと思います。肉の上からソースをかけます。そこに先ほどしずにしたシブレットと粗くひけるように設定した黒胡椒をひいて、今回は少しアクセントにパプリカパウダーですね、スモークのかかったパプリカのパウダーを上からかけて完成になります。今回ガルニチュール用意しませんでしたけども、これに合うガルニチュールはじゃがいものナチュールだとかレギュモンココット、あとアリコベソテー、あとショートパスタなんかもあえてもいいと思います。お好みでいろんなガルニチュールを用意してみてください。やはり日本だと子羊のすね肉手に入りにくいと思います。その代わりで代用できるとすれば鶏のもも肉ですね、骨付きのもも肉、あともしくは冷凍の羊の肩の肉などがあればそれを
いいサイズに切って同じような感じで作ってもらったら非常に美味しいと思います。夏らしい一品なのでぜひ家でも作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。